魔法使いの家と不穏な来訪者。賢者の書ね。俺の目を通して見たことを教えてほしい。だって。俺の目を通して世界を見たらどうかしちゃうよ、賢者様。でもな、そういう気軽なものを選びすぎて今あまり残ってないからな。かけがえのない俺だけのもの。おはようございます、フィガロ先生。普通できるか？おはよう。早いね。なんだか生ぬるい顔をなさってますね。何ですか？生ぬるいってなんだ。失礼だな。こう、気に入らないけど褒めてやろうかみたいな。そんな誤解だよ。自虐はよしなさい。はあ。自虐？何をしてたんだ？ファウスト様を見送りに。あ？いろんな連中にうんざりしたけど、ファウストには一度も落胆しなかったな。あの子は理想通りだった。双子先生が俺をからかうために差し向けた使い魔じゃないかと疑うくらいにできすぎてた。高い志も公平無私な潔さも
弱き者に対する慈悲深さも、孫子として俺を尊び敬愛する心も。フィガロ様、偉大なる死よ、どうかあなたの英知を不詳なるこの身にお授けください。長き時を生きてこそあなたが得た訓戒、戒めを、長き時を生きる苦悩も知らぬまま教えを請う浅はかさをどうかお許しください。構わないよファウスト。ああ、お前のように俺たちをおもんぱかる者が他にもいたなら。フィガロ様、誰しもが俺たちのことを問えば答えを返す小玉だと思っている。答えぬのは意地の悪さかこじらせた遠征のせいだろうと。皆俺たちの教えに俺たちの血肉や物語があることを忘れてしまったのだ。だからカラスのようにこの身をついて繰り返す。そら、知っているなら教えてくれ。間違えて欲しくないのならさっさと教えてくれ。教えてくれないのなら我々が愚かな振る舞いで死んでいくのはお前のせいだと。あなたにそのような無礼を申し上げる者がいるのですか？あなたに教えを請うているのに。そうだ。だからいつの間にか守ってやろうとしていた民たちを憎みもした。それでも本当は俺も長い間救ってやりたかったんだよ。君なら俺にはできなかったことを彼らにしてやれるだろう。俺の知るすべてを与えよう、ファウスト。未練のある顔ですね。すみません。いいよ。ファウスト様ときちんとお話をなさればいいのに。どうやって？避けられてるのに。ファウスト様は今でこそ呪いやなどをなさっていますが、根は真正直な方です。大事な話をしたいと言ってあなたが真正直に話せば話し合いはできると思いますよ。そうかもね。ありがとう。参考にするよ。フィガロ先生は複雑だから。お前が単純なんだよ。言っておくが、避けられてるのはお前も同じだったんだからな。最近はなんだかお前の不屈さにファウストが負けてなし崩しになってるみたいだけど。なし崩しになられたのなら俺のやり方が正攻法だったのでは。こいつ関わるなと言われてできるだけ関わらないでいた俺がバカみたいじゃないか。ファウストの要望に応えずぐいぐい関わっていった君の方がうまくやってるなんて。でも世の中ってそういうものか。うまくはやれてませんよ。俺はもう少し自制しなければ。あの時のように
追い詰めてしまう。正確には彼らか。だからこの子を育てよう。それこそが俺の天命なんだと思えた時は嬉しかった。俺の人生に意味が、楽しみができたって。ルチルとミチルは今日は中央の国の市場に行くって言ってあったよね。昨日話した時には一緒に行くって言ってましたね。好きに使っていいと言われて譲り受けた空き家のことですよね。そうそう。今日は家主以外の支援者たちと話をするんだ。ルチルのような優しそうな子やミチルみたいな利発そうな学生がいるとみんな安心できるんじゃないかな。そうですね。部屋に迎えに行ってみようか。午後からの予定にしてもいいけど。ルチル、どうしたんだ？大丈夫。何でもないんです。ミチル、どうしたんだ？ルチルに何があったか知ってる？ミスラさんが。ミスラ？ごめんなさい。何でもないんです。フィガロ先生。お願いだから忘れてください。わかった。言葉にするのが辛いならこれ以上聞くのはやめにするよ。二人とも怪我はないね。変なものを見たり食べたりはしてない？はい、大丈夫です。
ミスラのやつ、何をしたんだ？わかった。もう聞かないよ。ルチル、少し休んでから出かけようか。いいえ、出かけられます。無理はしないでね。じゃあ、行こうか。ミスラです。ミスラめ、ルチルとミチルにマナイシを食わせようとしたな。まだ信じられません。チレッタが死んだなんて。気持ちはわかるよ。とても残念だ。チレッタとは長い付き合いだったから。僕一人でルチルと赤ん坊を育てていけるのか。町の人が協力してくれるさ。俺もできる限り力になる。フローレス先生、いや、モーリス、こんな時にごめん。手っ取り早く決めてしまいたいことがあるんだ。ああ、そうですよね。喪主としてしっかりしなくては。それもあるけど、チレッタのマナイシのことだ。どうしたい？どうとは。お墓に埋めたい？最近石になった魔法使いも墓に埋めるのが流行りだもんね。そうですね。了解、わかった。でも必ず掘り返されるだろう。彼女は強い魔女だったからね。墓荒らしが来るということですか？マナイシは宝石として高価だと聞いたことがありますが。いや、彼女の身内が彼女の石を食いに来るんだ。ミスラとか北の双子とか。魔法使いにとってはそれは弔いみたいなものなんだ。もちろん他の魔法使いに質のいいマナ石を渡したくないって気持ちもある。だから一部は掘り返される前にあらかじめ確保しておいていい。墓を荒らされたくないよね。はい。ありがとう。それともう一つ、彼女の身内以外も墓を荒らしに来ると思うんだ。魔法使いが？ああ、今度は弔いじゃない。質のいいマナ石が純粋に欲しい連中が気配を察知して掘り返す。それは防ぎたいよね。はい。わかった。じゃあ俺が結界を張ってもいい？結界？荒らされないように呪いみたいなものをかけておくんだ。
呪い？あ、それとも妻の墓に他の男が結界を張るのは嫌とかある？もしそうだったらごめんね。素直に言ってくれていいよ。今の人の感覚ちょっとわからなくてさ。すみません。気分が。あ、ごめん。顔色が悪いよ、フローレス先生。しばらく寝てないんだろう。急に話しすぎたかな。チレッタの石を守らなきゃと思って。いえ、こちらこそ動揺してしまってすみません。魔法使いと結婚した時に考え方の違いがあることは覚悟していたはずなのに。仕方ないよ。人間同士、魔法使い同士でも考え方には違いがあるしね。フィガロ先生、一つだけ聞いてもいいですか？いいよ。何個でも聞いて。あなたもチレッタを食べるんですか？そのつもりだけど、いやできたらルチルにも食べさせてあげたいけど。ルチルはチレッタの息子ですよ。息子だからだよ。嫌ならやめておく。チレッタはそうしてほしいと思うけど。ひどい。あんまりだ。泣かないで先生。俺が結界張るのはどう？そっちも浮気みたいで嫌かな？でも、そうしないと荒らされるんでしょう。根こそぎ持ってかれると思う。彼女は強い魔法使いだったし。泣かないで。ミスラのことだからさぞいい石を食わせようとしたんだろうな。ルチルやミチル程度の魔力の持ち主に強すぎる魔ナ石を食わせたら心を石に壊されてしまう。ミスラと二人にちゃんと言っておかないと。特にミチルにはしっかり伝えた方がいい。いい子なのにな、ミチルは。何かあった時は他人任せじゃなく俺が始末してあげよう。こんなこと前にも思ったな。あ、そうだ、オズのことだ。今日は人が多いですね。どんどん街の人たちに活気が戻っている感じがします。瓦礫の町もあっという間に元に戻ったしな。中央の国の人たちはとても前向きですよね。僕お手伝いしながら感じます。そうだね。壊れた空き家を貸し出すと言ってくれたのもそういう前向きさからだろう。フィガロ先生、空き家って前に僕たちがお掃除したお家ですか？そうそう。ミチルがレノと一緒に余った廃材を使ってテーブルを作ってくれただろ。
はい。手入れしたらお庭が綺麗だったので、一休みする場所にと思って。家を譲ってくれた人はそれを見てとても感激していたんだ。南の国の人はあんな若い子でも大工仕事が得意なんだねって。中央の国の首都は人の移り変わりが激しい分、今回の災難で家を捨てる人もいたそうだ。その中で廃材を捨てずに大切に利用してくれて嬉しいって。だからあの家を直してくれたあなたたちの好きに使ってくださいって言ってくれたんだよ。そうだったんですね。雲の町では物が少なくて、いろんなものを利用してるから。知ってるよ。穴の開いた桶を鉢植えにしたのはとてもいい発明だった。ありがとう、ミチル。君の丁寧な仕事が俺たちに家を与えてくれたんだ。大きな魔力を得ることが将来の不幸に近づくことだとしても、ミチルにはミチルの自由がある。だとするなら成長を望むこともミチルの自由だ。彼の成長を管理したり向上心を抑圧したりするのは間違っているんじゃないか。待っているものが破滅だとしても。わあ、すごく綺麗になってる。近所の人が色が剥げたところを塗り直してくれたんだ。綺麗になっただろう。まるで新しいお家みたい。ここを好きに使わせてもらえるんですか？あ、今はまだないけれど、そのうち看板を出す予定だよ。何がいいかね？やっぱり魔法使いの家でいいんじゃないですかね。私もそう思います。魔法使いのいる家、困りごと相談に乗りますって書いてある家を南の国で見たことがありますよ。わかりやすいんじゃないでしょうか。それがいいかもね。最初は驚かれるかもしれないけれど、そのうち馴染んでくれるだろう。じゃあここは魔法使いの家。兄様、見てください。これが僕が作ったテーブルですよ。うわ、上手。レノさんとミチルはきっちりしてるから本当に綺麗な家具を作るね。でもここちょっと釘が曲がっちゃってるんです。そんなの気にしないよ。兄様はテーブルの足ごと曲がっちゃう。そしたらうまく座れない。そう、ひっくり返っちゃう。やあ、フィガロ先生、魔法使いの皆さん。こんにちは。久しぶりだね。素敵な家をありがとう。こちらこそいつもいろいろとありがとうございます。住んでもらっても構わないんですが、集会所になさるそうで。ああ、魔法の力を必要としている困っている人たちが訪れやすい場所にしたいんだ。魔法使いの何でも屋のようなものですか？
突然すみません。俺はルキーノ・アディンソンと申します。新聞記者の卵です。はじめまして、ルキーノ。私はルチル・フローレスです。新聞記者？最先端の情報を書き記して情報に敏感な顧客にお届けするんです。情報には価値がありますからね。いずれ新聞が世界を動かすことになるかもしれません。新聞記者は素晴らしい仕事ですよ。おっと、これは失礼しました。つい熱がこもってしまって。ご挨拶の続きを。じゃあ俺から。レノックスだ。よろしく。ミチルです。ルチルの弟です。よろしくお願いします。フィガロだよ。よろしくね。実は魔法使いに会いたかったんです。魔法使いに興味があって。魔法使いが集会所を作ると聞いて、いても立ってもいられず押しかけてしまったんです。アーサー殿下や元騎士カインをはじめ、賢者の魔法使いは世界の救世主です。俺たちを守ってくれてありがとう。俺はまだなかなか記事を載せてもらえない立場なのですが、いずれ皆さんを書きたいと思っています。そのためにぜひお手伝いをさせてください。よろしくお願いします。ありがとう、ルキーノ。記事の話は置いておいて、まずはミチルと友達になって。もちろんです。よろしく、ミチル。南の国についていろいろ聞かせて。いつか行ってみたいと思ってるんだ。そうなんですか？僕でよかったらどんなことでも。雲の町の話はどうですか？雲の町、聞いたことがある。南の国で一番栄えているところだよね。聞きたいな。新聞か。いいんですか、フィガロ先生。あれこれ嘘を書かれるよりは味方になってくれた方がいいよ。あの子は気が良さそうだし、俺のことどんな風に書いてくれるか今から楽しみだな。優しい南の国の医者フィガロ先生。フィガロ様。いやあ、アイザックじゃないか。お久しぶりです、フィガロ様。相変わらず賢そうなお方だ。俺はダメだ。相変わらず俺はダメです。
フィガロ様。フィガロ様。俺はまたバカなことをしました。わかったんです。俺はもうじき死にそうです。そんな感じがする。だから死ぬ前に一度だけでいいから賢くなりたい。この世界のことを知りたくて、ここに来たらあなたに会えました。参ったな。アイザックはこんな人間の多い街中で暮らせる魔法使いじゃない。フィガロ先生。おいで、アイザック。向こうで話をしよう。フィガロ様。フィガロ先生と呼びなさい。立って。目立つだろ。はい。レノ、ちょっとごめん。昔の知り合いに会ったんだ。ここは任せて話してきていいかな。わかりました。お気をつけて。お友達、大きいですね。こんなに大きい人、初めて見ました。いってらっしゃい。お茶を沸かしておきますから、よかったらお友達もどうぞ。ダメだ、アイザック。彼らはミスラのものなんだ。ミスラ？北の魔法使いのミスラですか？そうだ。でも、お茶に誘われました。アイザック、お前が好きだから言ってるんだ。お茶を飲んだら、ミスラはお前を殺すよ。お茶で？この家には二度と近づくな。さあ、行こう。わかりました。フィガロ様は、ここは長いんですか？フィガロ先生。フィガロ先生。そうだね。住んでいたのは南の国だけど、最近よく訪れるよ。話しかけられました。何人か。花をくれたり、水をくれたり。よかったじゃないか。中央の国は大陸の中心だから、みんな社交的なんだ。また話しかけられるかも。そうだね。前は何かくれたのに。昼時だからみんな忙しいんだよ。それに他人の善意を当たり前だと思ってはいけない。分かっています。でもくれたらフィガロ様に少し差し上げます。ありがとう。でも俺はいらないんだよ。すみません。
ません。アイザックをこの町に滞在させてやりたいが、近いうちに血が流れるだろう。アイザックはここまで人が多い町の暮らしには慣れていない。問題が起きる前に強制的に北の国に帰還させるか、それとも。フィガロ様、見てください。何？読めるようになったのか？はい。どれ？見せてごらん。ああ、すごいね。こんな内容のものが読めるのか。難しい本ですか？いや、文字を覚えれば子供でも読めるよ。でもお前は自分の名前も書けなかったろ？よくやったね。本を読むのは楽しかっただろう。ありがとうございます。フィガロ様、とても嬉しいです。俺もだよ。どこで勉強していた？北の国で、あと中央の。イライラしましたが我慢した。我慢できない時もありましたが。誰かが教えてくれたのか？旅人にねだりました。あいつらは家なしだから、ああ、小銭稼ぎに文字を教えてくれたんだね。まあ、そうです。それと、中央の国に来たら、人間がいくつか本をよこしました。本が読みたいなら、本をやろうって。たまに会って話します。読み方を尋ねたり。そうだったのか。そんなことができる北の魔法使いはなかなかいないよ。アイザック、身を清めなさい。魔法でやり方を教えただろう。でも俺は歪みは嫌いです。沐浴もしなくても困りませんし。お前が困らなくとも周りが困る。お前から人が去っていくよ。なぜです？匂ったり見た目が汚らしいものは不快な気持ちにさせるからさ。不衛生だと病気になることもあるしね。俺は大声で笑う子供を見ると不快になります。突然でびっくりするから。気分が良くなることもありますが、とっさに身構えてしまう。そいつらと何が違いますか？
人間は寿命が短いんだ。子供だった時のことを覚えているし、子供が身近にいる。笑っている子供を見ると、大抵の人は幸せな気分になるしね。俺はなりません。俺みたいなのが身近にいないからって、俺の元からは人が去っていくんですか。腹が立つな。割に合いませんよ。そんななら、俺は余計に身を清めたくなんかありません。嫌な顔をしたい奴は、嫌な顔をしていればいい。その方がせいせいします。どうして人と交わりたいのに、人が歓迎しないことをするんだ。なら、納得がいく答えをください。フィガロ様は賢い方だ。正しい答えを知っているでしょう。突然、笑う子供が許されて、俺が許されない理由は何ですか？言ってください。分かってるんでしょう？アイザック、その理由はいくつもある。そしてそれは正しい答えとは限らない。時代や土地によって答えは異なる。だからこそお前は自分で学ばなければならない。もったいぶるなんてひどいです。フィガロ様が教えてくれることなら、俺だってちゃんと従うのに。フィガロ様、さあ、早く教えてくれませんか？俺は物知りになりたいんです。物だけ知っても意味がない。アイザック、お前は自分が嫌われない理由だけを知りたがっている。だけどそれは人の気質や人の歴史を全て学ぼうとすることと同じだ。そう思って考えなくては。分かった。あなたがお嫌なんでしょう。そう言ってくれればいいのに。違うよ。嘘ばかり。でも、そんなら従います。あなたの言葉には逆らいません。俺はフィガロ様の教えをどんなマナイ師より大事にしていますから。あなたと勉強するのが好きです。嘘ばかり。お前はお前を肯定してくれる理屈を俺から引き出そうとしてるだけだよ。ひどいな。そんなことはありません。実際に前に伝えたことを忘れている。不潔にしていると病気が寄ってくる。手足が腐ってしまうぞ。だから具合が悪いのか？ええ、うまく言えませんが、自分の思う通りに体が動かせない時があるんです。頭にきて殴りつけたら、それからずっと腹が痛くて。バカなことを。どこを殴ったんだ？見せてごらん。心配してくださるんですか？ま、今は医者だからね。俺がバカなのも直してください。お前は愚かではないよ。自分を痛めつけるような行為は良くないと言ったんだ。なんだか嫌になってしまって。もう俺はおしまいです。最後に変わりたかった。だから俺はアイザック。
わけのわからないことをしたり、答えの出ないことをあれこれぐるぐる考えたり、騙されたりするのはもううんざりだ。なんだ。服が裂けた。違います。わざとじゃない。俺は耐えています。あなたに教わった通り我慢して。うんざりだ。もううんざりだ。耐えてきたのに、フィガロ様にまで見捨てられて。どうか、フィガロ様、俺を殺すなら最後に教えてくれませんか？何を？幸せとは何ですか？どうすれば幸せになれますか？どうしてこの世界に生まれてきたんでしょうか？どうすれば何かいいことがありますか？どうすれば賢くなれますか？西の魔法使いムーの石を食えばあいつみたいに褒められますか？俺はずっとフィガロ様のように分かっていたいだけなんです。石になる前に一度でいい。全部分かっている気持ちでこの世界を眺めたいんです。ああ、そういうことだったのかって。なんだ、そうかって安心したいだけなんです。石にしたりしないよ。その答えは一つ一つ自分で学んでいきなさい。勉強を続けて、せっかく本も読み始めたんだ。まだ時間はたくさんある。素晴らしい日々が待ってるよ。